にゃにゃみちゃんとペンギン。猫のにゃにゃみちゃんは4歳の女の子です。にゃにゃみちゃんはいつもママの言いつけを守るいい子ですが、最近はとっても暑くて少しだけママの言いつけを守ることができなくなっています。にゃにゃみちゃんの家にはエアコンがあります。にゃにゃみちゃんの部屋にもエアコンがあって、どんなに暑い夜でも快適に眠ることができるのです。ところが問題なのがその温度。ママはあんまり部屋を冷たく冷やすことは良くないと言います。冷やしすぎは体に悪いからダメというのです。けれどにゃにゃみちゃんは暑くてたまらず、つい温度を下げてしまってお部屋の中はひんやり。にゃにゃみちゃんがにゃにゃみちゃんのお部屋で遊んでいると、急にママが入ってきて、こんなにお部屋を冷たくしていたらダメと言います。でもエアコンの温度を変えられると知ると、にゃにゃみちゃんは急に暑くなったように感じるのです。ママが台所でお料理をしているとき、ママはいつも熱い思いをしています。汗をかきながらお鍋をぐつぐつ煮ているのです。きっとママは自分だけが熱い思いをするのが嫌なんだ。だからにゃにゃみのお部屋も熱くするんだ。とにゃにゃみちゃんは思っていました。夜になり、にゃにゃみちゃんがおやすみなさいとベッドに入ると、ママはエアコンが途中で止まるようにタイマーをかけて出て行きました。でもエアコンが止まってしまったら暑くて目が覚めてしまいます。そこでにゃにゃみちゃんはママが部屋から出ていくとエアコンの温度を下げてお部屋を冷たくしました。しばらくするとなんだかお部屋の中から声がします。なんだろうと目を開けると、そこにはペンギンがいました。どこから来たのか、ペンギンはにゃにゃみちゃんのお部屋の中で楽しそうににゃにゃみちゃんのおもちゃで遊んでいます。にゃにゃみちゃんはママが言っていたことを思い出しました。こんなにお部屋を冷たくしていたらペンギンさんが来るのよ。本当にペンギンさんが来るはずがないと思っていたにゃにゃみちゃんは大笑いしたものです。ですが本当に今にゃにゃみちゃんの部屋にペンギンさんがいるのです。そしてその数は徐々に増えてぺちゃくちゃとお話をしているのです。その話し声のうるささに眠ることなんてできません。にゃにゃみちゃんはペンギンさんに話しかけました。ペンギンさん、こんばんは。話しかけられたペンギンたちは大慌てです。わあ、大変だ。起きた、起きた。どうしたの？寝てると思った、寝てると思った。だってペンギンさんの声がうるさくて眠れないから。わあ、大変だ。なんでうちにいるの？だってここは僕たちがいられるくらいに冷たいから。一匹のペンギンがそう言うと、他のペンギンもそうだそうだとうなずきます。にゃにゃみちゃんは楽しくなって、もっとペンギンさんと話がしたいと思いました。いつもはどこにいるの？エアコンの中だよ。
エアコンの中で何をしているの？エアコンの中でひんやりしてるの。エアコンの中は涼しいの？うん、とっても涼しいんだよ。いいな。にゃにゃみもエアコンの中に入りたい。ダメだよ。小さくなれないと入れないから。ペンギンさんたちはにゃにゃみちゃんが知りたいことをたくさん教えてくれました。ところがにゃにゃみちゃんの話し声が聞こえたのか、ママが部屋に入ってきました。ペンギンさんたちはまたしても大慌てです。にゃにゃみちゃんも慌てて眠ったふりをしました。ところがママにはペンギンさんが見えないのか、またこんなに部屋を冷たくして困ったにゃにゃみね、と言うと部屋の温度を変えてしまいました。すると今まで部屋の中で遊んでいたペンギンも、大慌てで逃げ回っていたペンギンもみんないなくなってしまいました。ママはにゃにゃみちゃんの顔を覗き込むと、おやすみと言って頭を撫でてくれました。にゃにゃみちゃんはママに優しく撫でてもらって、そのまますやすやと眠ってしまいました。朝起きると、やっぱり太陽さんが元気に仕事をしているようで、部屋の中は暑くなっています。すぐにママのところへ行くと、部屋の窓が全部開いていて、外の風が部屋の中でダンスを踊っているようです。けれどにゃにゃみちゃんは風があるだけの部屋では涼しいとは思いませんでした。ママにエアコンをつけようと言いましたが、こんなにいい風が入っているんだからつける必要はないでしょと言われてしまいました。エアコンをつければとっても涼しいのにと思うにゃにゃみちゃんでした。午後になるとママが買い物に行ってくると言います。いつもなら一緒についていくにゃにゃみちゃんですが、外はとっても暑くて出ていく気にはなれません。だから今日はお留守番をしていることにしました。するとママは、お留守番ができるなんてお利口さんね、と頭を撫でてくれました。でもやってはいけないことがたくさんあります。一人で家にいるときに火を使ってはいけないし、知らない人が来てもドアを開けてはいけない。ママはいくつもの約束をにゃにゃみちゃんに言うと、買い物かごを持って出かけていきました。ところがいくつもの約束の中にお部屋を冷たくしてはいけないというのはなかったのです。にゃにゃみちゃんは早速窓を全部閉めると、エアコンをつけてお部屋を冷たくしました。ママが帰ってきたらびっくりするくらいに冷たくなった部屋の中で絵本を広げて読んでいたのです。するといつの間にか眠くなってきて、絵本を広げたまま眠ってしまいました。お部屋の空気は冷たく、まるで冷蔵庫の中のようにキンキンに冷えています。すると遠くの方で声がしました。お部屋が冷えた、冷えた、冷たい、冷たい、気持ちがいいよ、気持ちがいいよ。にゃにゃみちゃんは、これはペンギンさんだなと思いましたが、眠くて起きることができません。そのまま眠っていると体が重く感じ始めました。あれ、なんか重いよ。そうは思っても
やっぱり眠いにゃにゃみちゃんは目を覚ましません。しばらくするともっと重くなって息がしづらくなっていることに気がつきました。やっと目を開けたにゃにゃみちゃんは驚きました。なんと部屋中にペンギンさんがいるのです。そして重いと感じたにゃにゃみちゃんの体の上には山のようなペンギンさんがたくさん乗っています。びっくりしたにゃにゃみちゃんは早くどいてほしくて大きな声を出そうとしました。けれど重すぎて声が出ません。やっと出た声は小さく、重いよどいてというものでした。涼しいよ涼しいよ、冷たいよ冷たいよ。あちこちからペンギンさんの声が聞こえてきます。どいてよ。苦しい中でなんとか声にしますが、ペンギンさんたちの声の方が大きくて、にゃにゃみちゃんの声なんてまるでペンギンさんには届かないようです。それに部屋の中はペンギンさんだらけなのですから、これではにゃにゃみちゃんの声が聞こえたとしてもどくことなんてできないでしょう。助けて。あまりにも重くて苦しいにゃにゃみちゃんはとうとう泣き出してしまいました。ちょうどそこにママが帰ってきたのか、玄関の鍵が開く音が聞こえました。ペンギンたちは大慌てです。けれど部屋中にたくさんのペンギンがいるのですから逃げることもできないらしいのです。あらあら、こんなに部屋の中を冷たくして、にゃにゃみちゃんはなんで泣いてるのかしら。そう言うとエアコンの温度を変えてしまいました。温度が変わった途端、部屋中にたくさんいたペンギンたちは小さくなってエアコンに座れるように入っていきました。それでも泣いているにゃにゃみちゃんにママは困ってしまいました。やっと重いのもなくなってにゃにゃみちゃんの涙も止まったとき、にゃにゃみちゃんは思いました。お部屋を冷たくすると本当にペンギンさんが出てきて苦しい思いをするんだ。もう冷たくするのはやめよう。その日からにゃにゃみちゃんはママに言われた通り、お部屋を冷たくすることも温度を変えることもなくなりました。そしてもう二度とペンギンさんが遊びに来ることはなくなりました。おしまい。